それ闇サイトかもしれません。刑務所から出てきたばかりです。詐欺とか強盗とかなんか一緒にやれる仲間を探しています。興味ある人は返信ください。2007年8月、ネットサーフィンをしていた男性は不思議な掲示板を発見します。その投稿内容は犯罪の仲間の募集や犯行の依頼など。掲示板の名は闇の職業安定所。なんだそれ、さすがに中二すぎるだろう。いたずらにしか思えないこのサイト、こんな簡単に犯罪者の世界に繋がるなんてことありえない。しかしこちらの投稿が実はある出来事の引き金となっていたんです。その出来事とは後に日本を震撼させた名古屋闇サイト殺害事件。闇サイトで集まった3人が起こした名古屋闇サイト殺害事件。実際の事件にまで発展した闇サイトの実態とは一体。普通の生活では知り得ないネットの世界の裏側とは。おっさす、最近バターチキンカレー作ってるよ、ケンちゃんです。闇といえばこの私、闇子です。本日皆様にご紹介するのは闇サイトをきっかけに起こった名古屋闇サイト殺害事件についてなんです。闇サイト？あんまりこう普通の人は見に行かないようなね、サイトなんですけど、この世のね裏を映したようなね、こう悪どいねサイトがあるんですよ、世の中には。私純粋だから分かんないですね。名前鑑みろお前。今回の事件は今まで取り扱った事件とはまた違うね怖さがあるんです。ではね、早速事件の始まりとなったサイトから見ていきたいと思います。社会の裏側、闇サイト。闇サイト、それは犯罪などの違法行為の勧誘を主な目的としているウェブサイトの総称。例えば拳銃や薬物、銀行口座や個人情報を売買するサイトや強盗など違法行為の依頼や仲間を募集するサイトなどがあるんです。めちゃくちゃ物騒。アルゴメトリでも過去に違法サイトの巣窟、ダークウェブを紹介したんですが、あれにある殺し屋のサイトなどがまさに闇サイトというわけなんです。インターネットの普及とともにこのような危険なサイトは激増し、実際に凄惨な事件も起きているんです。例えば2005年に発生した自殺サイト殺害事件。自殺サイトとは集団自殺の仲間を募る闇サイト。どんなサイト？自殺を考えてしまった過去がある人はまあ少なからずいるとは思うんですけれども、多くのケースでは実行に移す前に踏みとどまるんです。しかしこのサイトは仲間意識と集団心理で自殺を助長してしまうというかなり危険な性質を持ったサイトなんです。ところが2005年に起きたこの自殺サイトの事件はれっきとした殺人事件なんです。容疑者は派遣で働いていた男性 M なんですが、 M には人の苦しむ姿を見て興奮するという性癖があったんです。悪い性癖だなおい。そんな M は子供の頃から同級生の首を絞めたり、通りすがりの人にいきなり襲いかかり口を塞いだりと暴行事件を繰り返していったんです。もうはよ捕まれ。 M が逮捕されるまでに行った暴行は小学校高学年の頃から数えてなんと50件以上。警察何しとん？そんな上京した残虐性を持つ M が偶然見つけたのが自殺サイトでした。 M が見つけた自殺サイトには多重債務やいじめなどに苦しむ自殺志願者が何人もいたんです。集団自殺しませんか？ M は彼らを誘い呼び出します。そして自殺志願者らを惨殺。うわ、何これ。なんか自殺自体のね、善悪はともかく、M のね快楽のためにね、命をねこう落とすっていうのはね、意味わかんないじゃないですか。でもみんなさ、これ殺されるつもりでやってきてるわけでしょ。自分死ぬつもりで。M にとってこんな都合のいい人たちいないわよ。そうなんですよね。だから闇サイトっていうのはこういったね犯罪にね結びつく可能性がめちゃくちゃでかいんですよ。だから絶対皆さんね見ちゃダメ。絶対。今回のね闇サイト殺害事件も始まりはね一人のね書き込みがきっかけだったんです。闇サイト殺人。クレジットカードを入手しました。欲しい方は連絡ください。来週の月曜日、駅前のみずほ銀行を襲います。仲間募集中です。13歳の家出少女をかくまっています。使いたい方はいますか？ギャラ要相談。そんな書き込みがされていた掲示板の名前は闇の職業安定所。名前の通り、犯罪仲間の募集や犯罪行為の依頼が投稿されるなど、まさに闇の職業斡旋所。そして、このサイトの存在を知り、閲覧し始める人物がまた一人。彼の名は山下。当時40歳。もともと大手警備会社に勤務していたんですが、仕事をサボるようになり、住宅ローンや税金を滞納。妻子と暮らすマンションを差し押さえられ、消費者金融からの借金に苦しんでいるところでした。東海地方で一緒に組んで何かやらないか。2007年8月16日、山下は闇サイトでこのような投稿をします。すると、32歳の長野という男性からは、小遣い稼ぎですが人を拉致して金を出させます。また、36歳の男性、KT から、以前はオレオレ詐欺をメインにしていたが貧乏すぎて強盗でもしたい。他にも返信は続々と届いたんです。山下はこの返信をくれた長
長野、KT とさらに29歳の杉浦をスカウトし、犯罪チームを結成しました。8月21日、山下は長野とファミレスで初めて対面します。そしてお互いの犯罪歴を話し始めます。窃盗とかはこれまでめちゃくちゃやってきたかな。ちなみに得意なのは振り込め詐欺。騙せなかったことはないわ。長野さんは窃盗とかしてますか？窃盗とかは俺はあんまりかな。まあでも俺実は暴力団なんよね。釈迦の扱いは正直得意だよ。なかなかこれ2人とも犯罪歴が達者なのね、この人。怖いっすよね、なんか前科持ちかどうかはね僕あんまりそんな、なんかいいっすけど、でもネット経由でなんか前科持ちって分かってて会うかっていうのは確かにぶっちゃけ怖いところはあるんじゃないですかね。自己紹介を終えた山下と長野は車で移動し、愛知県豊川市で杉浦と合流。3人は犯罪計画についてミーティング。KT は合流せずメールでミーティングに参加しました。メールかい。山下が KT に金庫破りか金持ってる人を拉致って引き出す計画ですとメールすると KT からこんな返信が。拉致はターゲットを探すのが大変ですから金庫ですかね。金庫破りや事務所荒らしは下見が必要だからパチンコ屋の景品交換所とかを襲う方がいいと思いますよ。3人は KT の意見も踏まえて話し合いを行った末、長野が通っているパチンコ店の常連客を駐車場で待ち伏せて襲撃。財布やカバンを奪うという計画を立てたんです。この常連客は常に大金を持ち歩いていることからターゲットにされました。やることが決まれば次は道具集め。山下がすでにロープと手錠を入手していたため、ホームセンターで軍手とおよそ 580g の金槌を購入し、レジ袋も道具として保管しました。初対面なのになかなか手際よく進んでいくじゃないの。でも前科持ち同士ね、もうなんか犯罪のねやり方のなんか手順みたいなね、ちょっと我々わかんないですけど共通認識があったのかしら。謎のね経験値がね、あったんでしょうね。用意を終えた3人はパチンコ店の駐車場へ向かい、標的の常連客を待ち伏せます。少しすると標的の常連客が現れ、レクサスに乗って帰路に着くんです。山下たちも山下の車に乗って標的の車を尾行。そして標的の車を見失って失敗。3人は代替案として長野の知人宅に空き巣に入る計画を立てました。ろくな計画立てんなこいつら。今度こそ成功すると意気込みながら標的の家を訪れると、飼い犬に泣かれてしまい侵入さえできずに失敗。失敗かわいいな。ここで杉浦は一旦帰宅し、入れ替わりでメールのみのやり取りだった KT が現れるんです。俺もともと暴力団の構成員だったんだ。だから覚醒剤とか拳銃はルート持ってるよ。大金欲しかったら覚醒剤仕入れて売人雇って売りさばく秘密組織作るのがいいかな。あとは女を拉致して覚醒剤中毒にして風俗に売り飛ばすとか。KT は慣れた様子で犯行のアイデアを提案していきます。 KT って最初なんか犯行計画の時もすごい詳しい意見出してたわよね。なんかもうさらっと出てくる発言全部いかれてるんですよね、本当に。そして翌日の8月22日、KT、長野、山下の3人は前日同様パチンコ店の常連客襲撃を決行。再び地下駐車場で標的を待ち伏せ。今回は自宅の高級マンションまでの尾行に成功したんです。しかし標的が入っていったマンションには多数の防犯カメラが。計画はまたしても失敗に終わります。3人は標的を変えることにし、今度は長野が常連として通っていたダーツバーの襲撃を計画。しかし下見を行うと隣の家の電気がついており、人目につく危険性を感じて退却。下手くそかっていう。全然うまくいかないじゃないの。みんな犯罪のプロだって言ってたじゃない。そうなんですよ。もうなんかめちゃくちゃ経験ありますよみたいな感じで語ってたんですよ、いざねやってみるとね、素人丸出しだったんですよ。これは一体どういうことなのでしょうか。さあ自己紹介のねところまで時計の針を戻していきたいと思います。8月21日、ファミレスで自己紹介をし合っていた山下と長野は実はこんなことを考えていました。窃盗とかはこれまでめちゃくちゃやってきたかな。ちなみに得意なのは振り込め詐欺ね。うわマジか、結構ガチめの人じゃん。でも舐められたら主導権取られちゃうし、大きく見せとくか。俺実は暴力団なんだよね。釈迦の扱いは正直得意だよ。マジ暴力団？うわ窃盗じゃ全然弱いじゃん俺。もっと攻めた嘘つけばよかった。何こいつはもう話してた経歴は嘘ってことなの。そうなりますよね、もう KT も杉浦もね、もう同様に話持ってたんですよ。でなんでこんな嘘ついたか。実はこれ優越コンプレックスっていうやつなんです。 What's 優越コンプレックスというわけで本日のメンタルキーワードは優越コンプレックス。優越コンプレックスとは相手より優位な立場でないと不安になるコンプレックスのこと。自分を実際以上に大きく見せようとするため、優越コンプレックスを持つ人には虚言癖がある人も多くいるんです。 SNS でやたらマウントを取ろうとする人がよくいると思います。学歴や経歴などわざわざ言う必要もないことを言って相手より優位に立とうとする人たち。彼らもこの優越コンプレックスの患者なんです。そして自己紹介で嘘の経歴を言い合っていた山下たちもこの優越コンプレックスだったと推測されます。もうだから山下たちこんな嘘つき合ってたわけね。
ね。集まったね相手よりもね、俺の方がやべえんだぞというね優越に浸るためにねどんどんこう話盛り盛りようかなんですよ、本当に。実際ね山下たちもどんどん相手にね舐められないようにねもうどんどんあることないことをほぼないことをね適当に盛りようかでもうワオって感じでもうワオなんですよもうワオ。山下たちは全く計画を成功させれないどころか仲間意識さえ皆無の自己中心的な集団だったんです。そんな4人が協力的だったのもつかの間。KT が俺を見下してる。あいつ省きたい。8月23日には仲間割れが起こり、杉浦と2人で犯行を行いました。しかし4人でも失敗続きの小物たち。2人でうまくいくはずがないんです。2人は瀬戸市に向かう途中で見つけたガソリンスタンドの襲撃を計画。襲撃のためにコンビニで粘着テープを購入し、スーパーで包丁を万引きしたことで包丁で店員を下ろす強盗計画を思いついたんです。もう常にくだらねえことばっか考える。薬局に狙いを定め機会を伺う山下たち。ところが閉店時間までタイミングをつかめず断念することになります。ならばともいい、もともと計画していたガソリンスタンドに戻ろうとするも、そこも閉店時間になっていったんです。バカ。店舗での強盗を諦めた2人は今度は山下がかつて勤務していた会社の金庫を狙うことに。まず杉浦がドライバーでガラスを破り侵入し、続いて山下が侵入。しかしなかなか金庫が見つかりません。山下さんどうします？時間も経ってきたしそろそろ逃げないとやばいですかね。山下さん。杉浦が気づいた時にはもう山下の姿はありませんでした。実は態度が生意気ということで杉浦を嫌っていた山下。杉浦を一人残し自分はさっさと車で逃げてしまっていたんです。ほんとなんかただかっこ悪い連中じゃないこいつら。もういつもとはなんか違う意味で胸くそだわ私、ある犯罪組織があったとして、信念とかがある数の方がね多いと思うんですよ。彼らもなんかこうなんとなく集まってさ闇サイトきっかけで何の信念もなくねなんとなくこう優越コンプレックスで自分がやっていないようなこともね偉そうにでかく見せてね結局このざまですよ。もうなんか逆に言うと闇サイトみたいなものが起点になって生まれてしまった犯罪なんじゃないかなって僕は思うんですよね。山下によって放置された杉浦は警察に出頭して自首、懲役2年の判決が出ています。そして翌日の8月24日、杉浦を除いた山下、長野、KT の3人は再び集まっていました。しかしなかなか犯行がうまくいかないことに苛立ちが隠せません。今週中に30万ぐらいどうしても必要だ。この日は金曜日、長野のこの発言をきっかけに3人は今日中に必ず犯行を成功させるという覚悟が生まれました。そして犯行計画を練るため3人はファミレスへ。こういう話ってファミレスでするの普通？しないでしょうね。野菜ジュースドリンクバーごっくんちょっと明日人殺そうかしないよねそんな話ね。シンプルに出たバカ。結局決まった計画は年齢は20代後半から30代前半ほどで黒髪で地味そうな OL を拉致しキャッシュカードを盗んでお金を引き出すというものでした。ちなみに黒髪で地味そうという特徴を選んだ理由は貯金をしてそうだから。ただの偏見で全く根拠になっていないんです。もう本当にバカこいつら。ファミレスを出た3人は山下の運転する車で標的の物色を始めます。 KT と長野は軍手をはめ KT が後部座席の助手席側に長野が運転席側にそれぞれ座っていました。拉致する標的が車の左側にいた場合は KT が、右側にいた場合は長野がそれぞれ拉致を実行するためです。3人は15、6人の女性を物色し襲撃の機会を伺うんですが、いずれも周囲に対向車や通行人がいたことから実行ならず、やがて夜が更け通行人の数も減少。3人は焦り始めたんです。まずい、このままで今日も失敗に終わってしまう。そんな中車の前方から歩いてくる女性が。女性の外見は20代後半から30代前半で黒髪で地味、まさに条件にぴったりの人物なんです。めちゃくちゃ失礼だな。3人は車を U ターンさせて女性を追い抜き、およそ百数十メートル先の地点で停車。女性を待ち伏せするんです。ついに山下たちが犯行に及ぶんですけど、やっぱりその内容はずさんなものだったんです。なのでね、結局ね、その内容はもう本当にもう目も当てられないです。車の右脇を通り過ぎていく女性に長野が話しかけます。すいません、駅ってどちらですか？駅ですか？駅はおとなしくしろ。3人は女性の右手に手錠をかけ、口には粘着テープを。山下、人気のない方へ行け。移動を得た3人は次の行動に移る。おい、キャッシュカードの暗証番号を教えろ。早く言え。どうかそれだけは。しびれを切らした山下は包丁を取り出す。これがわかるか？ 5 分で言わないと刺すぞ。3、2、1。いい加減に喋ろ。みんなイラついてるから早く喋ろ。2960です。よくできました。暗証番号を聞き出した3人はそのまま女性を殺害。ひどすぎるほんと。
ほんと最低ですよね。このね、女性っていうのはね、結局亡くなってしまったんですけど、実はね、女性が最後まで暗証番号をね、なかなか言わなかったのにね、ある理由があるんです。なぜならね、この女性にとって暗証番号は命よりも大事なものだったんです。親子の思い。被害者の女性は31歳の会社員、内田夏美さん。夏美さんは転職することが決まっており、この日は送別会で遅くなった帰りだったんです。夏美さんの両親はある目標を掲げて夏美さんを育ててきました。その目標とは、娘が結婚するまでは何が何でもきちんと育て上げるというもの。夏美さんの父は残念ながら夏美さんが1歳の頃に病気で他界。ですが、母は亡き夫と決めた目標を胸に、女手一つで懸命に夏美さんを育てたんです。そんな母の思いを汲み取れる優しさを持った夏美さんは、子供の頃から家事を手伝い、母をサポートしていたといいます。そんな2人には毎週土曜の楽しみがありました。その楽しみとは、住宅展示場のチラシ。マイホームを持って一緒に暮らすのが夢だったんです。社会人となって就職した夏美さんは、出費をできるだけ抑え、毎月10万円を貯金。自分はお金なんかいらない。育ててくれたお母さんのために使いたい。口座に貯めたおよそ800万円は、そんな思いで貯めたお金。こんな卑劣な奴らに決して奪われるわけにはいかなかったんです。そして、そんな夏美さんには、事件当時真剣に交際している男性が、娘が結婚するまでは何が何でもきちんと育て上げる。両親が交わした誓いは間もなく果たされようという時だったんです。ほんと最悪。一番嫌いなやつ。夏美さんがこんな目に遭わなきゃいけない道理なんてどこにもないわよ、本当に。いや、もうおっしゃる通りで、なんでこうなったかっていうと、まさに3人にはね、何の信念とかも考えもなくて、誰でもよかったんですよ。で、たまたまね、夏美さんがね、いたっていうことなんで、許せないですよね。もうね、遺族の方からしてもね。そして犯罪慣れしていない3人の犯行は結果として最も残虐な形で夏美さんを殺害することになりました。3人は夏美さんを黙らせるため再び口に粘着テープを貼りました。そして購入していた金槌を振り上げ、殴打、撲殺しようにも急所に当てることができず、いつまでも死なない夏美さんを何回も殴ることになってしまうんです。その数およそ30回。しかしそれでも致命傷には至らず、夏美さんの死因は粘着テープによる窒息死、つまり生きたまま約30回もの殴打に耐えることになったんです。翌朝、遺体を遺棄した3人は銀行の ATM へ夏美さんから聞いた暗証番号2960を入力します。すると暗証番号が間違っていると表示され、引き出しに失敗。夏美さんはあの状況下にもかかわらず、とっさの起点で偽の暗証番号を教えていたんです。結局この後に山下が自首し、3人は逮捕。余罪があった長野のみ死刑となり、山下と KT は無期懲役という判決が下りました。本来なら殺人なんて大それた犯罪を犯す度胸も能力もない山下たち。しかし闇サイトが彼らをつなげ、そして集団心理が本人も予想だにしない破滅の未来へと誘ったんです。ところで夏美さんが教えた偽の暗証番号2960、これはダイイングメッセージかもしれないと言われているんです。2960、これを語呂合わせと考えると、憎むはという文字が浮かんでくるんです。いや、ヤミコさん、最近ですね、なんかインスタとかやってないですかって来るんですよ。やってるわよ。普通に概要欄に貼ってる。やってるわよ。ここに貼ってます、ここに。私いつも投稿してるわよ。キラキラ港区女子生活。俺も毎日チーズケーキとかしてる。まあ、嘘なんですけど。嘘ついちゃダメじゃない。嘘ついたら誰も来ないわよ。